皆さんどうもこんにちは、ポルです。イエイ。はい、というわけで今回のビジュアル系のお話なんですけども、私の本命 YouTube 始めて急にゲーム実況とかモーニングルーティンとかやりだしたんだけど、どうしたのみたいな経験ある子っているんじゃないですかね。まあお前が言うなよっていう風に言われちゃうかもしれないんですけど、現役 OB 問わず YouTube 始めるバンドマン増えてきましたよね。で、こういった状況になっている理由をバンド側の視点に立ってパルなりに解説をさせていただきたいと思います。このチャンネルではあらゆる視点に立ってビジュアル系トークをしていってるんで、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。で、ビジュアル系はとにかくライブしまくってなんぼしのごの言わずに、まずはライブをやれ、ツアーもガンガン出ろっていう風潮だったんですけど、もはやこのご時世でそんなわけにもいかない状況ですよね。バンド活動自体が壊滅的な制限を受けているような状態で、出る杭は打たれる世論。そんな中でも少しでも新しい可能性をということで YouTube に挑戦してるっていう面もあるとは思います。こんな時だからこそね、何事もね、前向きに考えたいじゃないですか。ただ言ってしまえばバンドマンはバンド以外のことは素人です。何をやって成功するかもわからないわけで、とりあえず自分のやれそうなこととか、一般的によくありがちな内容で始めてみるわけです。これはパル自身にも言えることでした。そもそも現役バンドマンが YouTube を始めるのって本人の意思じゃない可能性もあります。事務所がとりあえずこんな状況だからYouTube やってみよっかって提案している場合もあります。ただそうだったとしても、ごめん、事務所からやれって言われてるんだよねとは言えないですよね。で、載せる動画のジャンルも、ゲーム実況とか料理とか、バンドマンによっては新しい可能性が開ける場合もあるし、何事もやってみないとわからないから、まずはやるしかないっていう感じですね。もちろんやりたかったって言って意気揚々のバンドマンもいるとは思いますよ。ただそれがファンからどう見えてるかっていうのは何とも言えないところですよね。ステージに立っている姿が好きであなたのファンなのっていう子からしたら、そうじゃないでしょって思っちゃうかもしれないですね。なぜかパルも胸が痛い。で、そもそもの話になるんですけど、もう数年くらい前から、周りから出てる話として、そろそろ体育会系のライブやりまくり、ツアーやりまくりっていう手法をちょっと、考えた方がいいんじゃないかなっていう意見もちょいちょいあるんですよ。ツアーってどんなに頑張っても 95%、いやそれ以上が赤字で、前に某メジャーバンドのプロデューサーさんと1対1で話をさせてもらう機会があって、そのバンドビジュアル系じゃないんだけど、もうみんなが絶対に知ってるバンド、ツイッターで言えばメンバーさんそれぞれがフォロワー30万人とかいるようなバンド、そのプロデューサーさんから直接聞いた話なんですけど、全国ツアーをやると地方の方だと、例えば四国とか東北とかだとキャパ2、300人の箱を使うのが割と当たり前で、それでソールドしたとしても赤字だって言ってました。結局諸々の経費とか人件費とかを入れちゃうと、どう頑張っても元は取れないと。じゃあなんで赤字でわざわざ全国ツアーをやるのかっていう風に聞いたら、まめに全国を回るとファンクラブの加入者数が全然桁違いに増えるっていうのと、ツアーファイナルで武道館をやった時の動員が主要都市のワンマンツアーだけでやった時よりも全然増えるっていうことだったんですね。つまり札幌、仙台、東京、名古屋、京都、大阪、福岡とかっていうワンマンツアーよりも47都道府県みっちり回った方が FC の加入数とかツアーファイナルでの動員が増えるから、地方での赤字には目をつぶってると、そういう話でした。ただそのやり方が今のビジュアル系に通用するかって言ったら普通に無理なんですよ。そもそも地方を赤字で回り続ける資金の余裕なんてないんで、ビジュアル系のいいところでもあり弱点なところでもあるんだけど、一度何かを決めて走り出したらもう止まれないっていう風潮があるんですね。例えばバンドとしてのあり方を見直すために活休するバンドってあんまりいないですよね。バンドが大きな問題を抱えていて
改善したいことがあるにせよ、一度ツアーなり活動を止めれるっていうバンドはほとんどいないです。なぜなら休止中に勢いがなくなるとかファンが離れていくっていうのをバンドは懸念しているからです。で、今って強制的に活動休止に追い込まれてるって言っても過言じゃないような状況じゃないですか。つまりバンドが恐れてるファン離れが起きやすい事態ですってなってて、家でおとなしくしておきますってわけにはいかないんですよ。何か表立った活動をして少しでも新規のファンをつけたい、プラス今応援してくれてるファンを楽しませたいってなると、一番始めやすいのがYouTube だったりするんですよ。だからこれからの時代はビジュアル系バンドマン兼 YouTuber みたいな肩書きの人がもっと出てくるとは思います。極端な話、今まで女の子から貢がれてギリギリの生活をしてたバンドマンが自分の YouTube チャンネルで生計を立て始めるっていうケースも出てくる可能性があります。そう、まさに新時代。昔みたく世界観がっちり固めてめっちゃクールにナルシストにステージをこなして洗練された音楽性みたいなバンドが減ってきて、っていうかそういう生での魅力があるバンドが厳しい時代、かっこよくドンと構えていればファンがつくっていう時代じゃなくなってきて、ビジュアル系だけどビジュアル系以外のこと、なんならバンド以外のことをしてでも知ってもらわないといけない厳しい時代ですね。結局は Twitter とか SNS を攻略したバンドマンとかバンドが生き残っていくっていう流れになってきてると思います。ぶっちゃけ本来描いてた道じゃないっていうバンドマンは正直多いとは思うんですけど、時代の流れっていうのには逆らえないっていう現状もねありますからね。そういった事情があって YouTube 始めるんですねとか見たようの、いつもながらですけども足跡のコメントお待ちしております。高評価とチャンネル登録もパルのやる気の支えなんで、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、というわけで今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。バイチャー。